こんばんは。読んだ本について語る本のひととき。ラジオ感覚でゆっくり聞いていってください。今回は最近読んだ本を11冊紹介していきます。ご無沙汰しております。暑い日が続いていますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私は6月に入ってからちょっと夏バテをしてしまいまして、だいぶ長引いてしまいました。前回からだいぶ間が空いてしまったんですが、また紹介していきたいと思いますので、聞いていただけると嬉しいです。お休みしている間も本だけは読んでいまして、紹介したい本がたくさん溜まっていて、どれから紹介しようかなと決めきれずにいたんですが、ちょっと読んだ順番が前後するかもしれないんですけど、まずは文庫本フェアに入っている本や、今の時期にぴったりなものを中心に紹介していきます。まず一冊目は朝倉弘景さんの雨土の歌。以前購入本として紹介していました。気がつけばあっという間に8月の後半、高校夏の甲子園が始まってしまいました。野球ファンはもちろん、そうでなくてもお仕事小説や青春小説が好きな方にぜひおすすめしたいです。甲子園を舞台にした小説というと、選手たちに焦点を当てたものが多いかと思うんですが、この作品では支える側の仕事に光が当てられていて、お仕事小説としての面白さがぎゅっと詰まっています。描かれているのは、甲子園球場のグラウンド整備を担う神整備とまで呼ばれる阪神園芸さんです。実在する会社で、しかも会社名もそのまま登場しているんですね。なかなか珍しいと思います。私はこの本を読むまでは知らなかったんですが、読了後に実際のお仕事動画も見て、その見事な整備ぶりに鳥肌が立ちました。特に雨の後、みるみるうちに整っていくグラウンド。もうあれはまさに日々の積み重ねの結晶だと思います。整備というと土を鳴らすだけと思いがちなんですが、実際はもっともっと奥が深いんです。お天気や土の状態、試合の流れまで見極めて、瞬時に対応する職人技なんですね。観察力も判断力も求められます。グラウンドの小さな凹凸一つが選手のプレーに大きく影響したり、時には怪我や選手生命にまで関わることもある。そんな現実を知って、整備の仕事の重みを改めて感じました。そして作中にはこれも阪神園芸さんの仕事なんだという意外な業務も出てきて、ますます興味が湧きます。作品の主人公は大地という青年です。運動がもう苦手で、野球好きな家族にコンプレックスを抱えているんですね。それで高校卒業後にようやくこれだと思える仕事に出会い、阪神園芸さんに就職します。しかし現実は厳しく失敗の連続。会社の先輩も口が悪くて、でも正論すぎて返す言葉もないと落ち込む日々。それでも仲間や先輩たちと関わる中で、自分の過去や弱さと向き合い、少しずつ成長していきます。この先輩もね、口や態度がちょっとあれなんですが、いい先輩なんですよ。さらに甲子園ということで、球児たちの情熱や葛藤などの心理描写もリアルに描かれているので、まさに今甲子園で試合に臨んでいる学生たちがどんな思いでそこに立っているのか、そのプレッシャーや不安を思うと、もう精一杯応援したくなります。雨降って地固まるという言葉が作中に登場しているんですが、雨の後、
晴れれば土は前よりももっと強くなる。この物語はまさにそんな再生と希望の物語でもあります。今自信をなくしている方や将来に迷っている方にもそっと寄り添ってくれるはずです。ぜひこの夏、雨土の歌手に取ってみてください。2冊目は湯本和美さんの夏の庭ザ・フレンズ。7月から始まった新潮文庫の100冊の泣ける本のジャンルに選ばれている一冊です。夏という言葉が入ったタイトルに惹かれて思わず手に取りました。まさに今の時期にぴったりの作品で、読み終えた後はじんわりと心が温まり、いい本読んだなぁともう満たされた気持ちになりました。死という重たいテーマを扱っているんですが、読後はまるで一つの冒険を終えた後のような清々しささえ残るんです。本作は1992年に出版された湯本さんのデビュー作で、日本児童文学者協会新人賞や児童文芸新人賞など受賞されています。映画化や舞台化もされていて、十数カ国で翻訳され、海外の賞も受賞するなど、国内外で高く評価された作品です。物語は、小学6年生の少年3人組が人が死ぬ瞬間を見てみたいという好奇心に駆られ、町外れに住むおじいさんを見張るところから始まります。観察されていることに気づいたおじいさんは最初こそ憤慨するんですが、次第に彼らが来るのを楽しみに待つようになります。登場人物はぽっちゃりで少しドジな山下くんと、強気だけど情緒不安定なところがあるメガネの川辺くん、そして語り手で一番冷静な木山くん。この3人と物語の雰囲気は、どことなく映画のスタンドバイミーに似ているんです。その情景や音楽のように、少年たちの夏の時間が鮮やかに浮かびます。日本版スタンドバイミーといった感じですね。少年たちはそれぞれ家庭に不安や孤独を抱えていて、誰にも言えず、どうすることもできない、くすぶった思いを胸に秘めているんです。そんな彼らがおじいさんから生活の知恵や草花の名前、戦時中のことなどを教わり、経験を重ねる中で少しずつ胸の内を打ち明けるようになります。家族とは違う大人から得た学びや経験は、彼らの小さかった世界や考え方を少しずつ広げていきます。そして少し大人になった彼らが死と向き合った時、どんな思いを抱くのか、彼らの心の変化と成長が見えて、こうやって思いは受け継がれて大人になっていくんだなと、温かい気持ちになりました。もしかしたらこの3人はこの先疎遠になってしまうかもしれません。それでもこの夏の時間はきっと大切な記憶として残り続けるはずだと思わせてくれます。夏が来るたびにまた読み返したくなる、そんな一冊になりました。3冊目は岩原慎さんの水雨の人。先月7月30日に新潮社から出たばかりの単行本です。先日本屋さんで岩原さんの名前を見つけて、もう迷わず手に取りました。鮮やかな色合いで、みずみずしさをまとった装丁が本当に素敵です。しかもスピンの色まで綺麗なんですよ。買ってすぐに読み始めて、これは早く皆さんにも知ってほしいと思って今回の紹介に急遽加えました。今作のテーマは科学です。構想に10年をかけた岩原さんの渾身の長編小説です。
巻末には6ページにもわたる参考文献がずらりと並んでいて、どれほど緻密な取材と時間を注いでこの物語を形にされたのかが伝わってきます。この作品は戦時中に研究を始め、戦後も女性科学者の先駆けとして活躍した猿橋勝子さんの生涯を描いた物語です。研究所で生涯の師となる三宅康夫さんと出会い、研究所の仲間や女学校時代の旧友、活動を後押ししてくれた人たちなど、多くの思いが折り重なっていて、読んでいて胸が熱くなりました。戦時下の生活や時代背景を描くだけではなく、あくまで科学者としての信念に光を当てているところが、もうこの作品の大きな魅力だと思います。まさに伊予原さんだから書けた物語ですね。勝子さんは幼い頃から雨はどうして降るんだろうと疑問を抱くような少女でした。キュリー夫人に憧れて、女性が理学を学ぶのが珍しかった時代に、一旦就職するものの諦めきれず、帝国女子理学専門学校、現在の東邦大学理学部に入学し、第1期生として卒業されています。その後は中央気象台研究部にお勤めされ、地道に研究を続けながら自然の謎に向き合う楽しさを感じていらっしゃったんです。しかし戦後はアメリカのビキニ水爆実験で降った死の灰による放射能汚染の測定にも携わられて、独自の技法でアメリカが主張するよりも放射能汚染がずっとはるかに深刻であることを証明したんです。当時の空気の中には、日本の研究技術をどこか軽んじる視線も残っていて、どんな過酷な環境であっても一切妥協しない姿勢で、科学でこそ証明してみせるという気概とひたむきさで細部を積み上げて事実に迫る静かな闘志。その背筋の伸びた姿にもう読んでいて思わず手に力が入りました。さらに勝子さんは女性科学者の地位向上にも尽力された方なんですね。第一線で活躍する女性科学者に贈られる猿橋賞を創設し、科学の世界で女性が活躍できる場を広げてこられたんです。作中の彼女からは、科学を信じた科学者としての強い使命感がにじみ出ています。この水運の人は、信念を持って生きるとは何か、科学者はいかにあるべきか、そして何のために研究を続けるのか、正面から書き出した物語です。今年は終戦から80年になります。科学という道で戦い、未来へとつないだ人々がいたことを改めて知る貴重なきっかけになる一冊でした。科学に興味がある方はもちろん、歴史や人物伝が好きな方、そして猿橋勝子さんをもっと知りたいと思った方、ぜひ手に取ってみてください。4冊目はアーネスト・ヘミングウェイ著、高見博さん役の老人と海。ノーベル文学賞ピューリッツァー賞を受賞し、世界文学の金字塔とも言われる作品です。版元や翻訳家さんの違う本がいくつかあるんですが、今回は2020年に新潮社から約50年ぶりに刊行された新訳、そしてスタークラシックスの新装版をご紹介します。この想定の世界観と色合いが本当に美しくて、この想定に惹かれてちょっと手に取りました。今開催中の新潮文庫の100冊でも痺れる本の一冊に選ばれています。
作品の舞台はキューバの小さな漁村。主人公は老漁師サンチャゴ。84日間もの不漁に見舞われた後、彼は一人で小舟で沖へと漕ぎ出し、そこで巨大な魚に挑みます。物語はとてもシンプルです。でもその背後にある問いかけが読後も静かに残ります。帯にもあるこの言葉、人間ってやつ負けるようにはできちゃいない。叩き潰されることはあっても負けやせん。過酷な海の描写の中でサンチャゴがつぶやくこの一言一言が胸に響いてきます。人生の中にはどんなに頑張っても努力してもどうにもならないという局面もありますよね。それでも本当の敗北は挑戦する心を失うことなんではないか。サンチャゴの姿からの不屈の精神や折れない心がまっすぐに伝わってきます。同時にこの物語は孤独と友情も描いています。広い海でたった一人で戦いながらも、彼の心には唯一彼を慕ってくれている少年との絆が生き続けているんです。苦しい時、その存在が孤独を寂しさではなくて強さへと変えてくれているんですね。誰かが心の支えになることの大きさを改めて見せてくれました。そして自然との向き合い方も欠かせない考え方です。サンチャゴは海を恐れつつも深く愛していて、戦う相手である魚にも敬意を払っているんです。自然は征服するものではなくて、人間もその自然の一部として共にあるべきものだとする、そんな視点がすっと染み込んできます。ヘミングウェイさんの文体というのは、感情を直接説明しないところにあるそうです。この作品でもサンチャゴの心情は語られすぎず、行動や情景から立ち上るんですね。いわば余白が読者の想像を呼んで、読む人それぞれの物語にしてくれているんです。短い作品なんですが、読み終えた後に広がる余韻がもう深くて、生きるとは、挑むとはと静かに問いかけてきます。今回の新装版は本編に加えて解説や翻訳ノート、年譜も収録されていて、作品の世界とヘミングウェイ本人の魅力をじっくりと味わえます。海外文学を読んでみたい方の最初の一冊としても読みやすいと思います。ぜひ生き方に迷った時、あるいはもう一歩前へ進みたい時に、老人と海、ぜひ手に取ってみてください。5冊目は青柳愛人さんの乱歩と千畝、乱歩と千歩。今年の5月に新潮社から出た単行本です。黒地に黄色の差し色が効いたこの装丁がもう好みのど真ん中でして、6月に本屋さんで見かけた時にあらすじも読まずに手に取りました。先月発表された第173回の直木賞では候補作にもなりましたね。今回は受賞作なしということで、近所の本屋さんでは候補作の並びがもう本当にないです。候補作から読むというきっかけもあると思うので、ぜひね、本屋さんもっと置いてほしいです。ということで、私は一冊しか読んでいませんが、紹介していきたいと思います。物語の軸は、日本の探偵小説の礎を築いた江戸川乱歩と、東洋のシンドラーとも呼ばれる外交官杉原千畝。もしもこの二人が出会っていたらという世界観を描いた歴史小説です。私は子供の頃、図書室で
江戸川乱歩作品を夢中で読んでいたので、作中に散りばめられた作品やエピソードにワクワクしながら読みました。江戸川乱歩ってこんな人だったんだという意外な一面にも惹かれました。一方で学生時代に学んだ杉原千畝の人生にも触れられて、読み応えたっぷりの作品です。全く違う道を歩む二人が物語の中で交差していくという構成がとても魅力的でした。二人は同じ旧制中学、そして早稲田大学に在籍していて、実際に交流記録などは残っていませんが、同窓会写真に一緒に写っていたという事実があり、そこから着想を得たそうです。著者の青柳さん自身も早稲田大学のご出身で、先輩たちの物語を尊敬と遊び心を持って紡いだ一冊にもなっています。物語は定職に就かずふらふらする作家の卵乱歩と、医者を望む父の期待に揺れながら進路を決められずにいる青年千畝。まだ何者でもないこの二人の出会いから始まります。空想を生きる乱歩、そして現実を生きる千畝。対照的な二人がどう交わり、互いに何を残していくのか。波乱の展開にページをめくる手がもう止まりません。やがて乱歩は雑誌新青年でデビューし、探偵小説家として歩み始めます。一方の千畝は外交官としてリトアニアへ赴任し、命のビザへとつながる道を進みます。史実を背景に二人の運命が絡み合いながら、歴史の渦に飲み込まれていく描写は臨場感も抜群です。その過程で芽生える生涯の友とも言える関係性にも胸が熱くなりました。時代に翻弄されながらも自分の使命ややりたいことをまっすぐに見つめる二人に通底する強さが読後に静かに残ります。後半には戦後の探偵推理小説界を担う作家たちも登場しています。江戸川乱歩や横溝正史らの思いが未来へつなぐバトンのように渡されていく演出に鳥肌が立ちました。そしてラスト、もしもの世界線だからこそ届く結末に思わず目頭が熱くなります。ここはぜひ本編で確かめてみてください。私は本作が青柳さんの初読みでした。赤ずきんシリーズや昔話シリーズでおなじみの方なんですが、今回の乱歩と千畝はそこから一歩を踏み出した新たな魅力を感じる一冊ではないかと思います。ぜひ江戸川乱歩が好きな方、歴史小説が好きな方、そして青柳さんの作品の新しい世界観を味わってみたい方にぜひおすすめしたいです。6冊目は加納智子さんの空を越えて七瀬の彼方。今開催中の集英社文庫夏市の心震える本に選ばれている一冊です。今年の5月に文庫化されました。以前紹介した加納さんのカーテンコールが大好きで、また他の作品も読みたいなと思っていたところ、星と宇宙がテーマだと知り、この機会に手に取りました。本作は7つの物語からなる連続短編小説で、もう読後はやられたと心が震えました。加納さんは温かさと鋭い洞察力を併せ持つ日常の謎の名手と呼ばれていて、この作品にも等身大の悩みを抱える人々の姿にミステリー要素が巧みに絡んでいます。各章には小さな謎が散りばめられていて、星や宇宙をテーマにした
人間ドラマが互いを導き合っているようでした。連続短編小説なんですが、一つ一つが結構独立していて、それぞれに全くテイストの異なる物語となっているんですね。読む人によって好みも結構分かれるかなと思います。第一章は父と子の物語。予想を見事に裏切られ、そうきたかと驚かされました。第二章、第三章とまた語り手もテーマも変わり、全く違う感情が湧き上がってきます。そして読み進めるうちにバラバラに見えていた7つの物語が星座を描くように点と点がつながって、いろんな目線だったものがいろんな角度に変わって一つの形が見えてくるんです。特に好きだったのは第2章の箱庭に降る星は、第5章の小舟よ、星の海を行け。この第2章はコミカルさの中に爽やかさとほろ苦さがあり、第5章は SF 的な世界観で物語に深く引き込まれました。星や惑星、星座の知識があると、なお楽しめると思いますが、全然なくても楽しいです。読み終えた後は、夏の夜空を見上げたくなりましたね。北斗一星をたどった先に北極星を見つけるような、それぞれの出来事や人との出会いが次の光へとつながっていく様子を味わうことができました。同じく星や宇宙をテーマにした作品で、合わせておすすめしたいのが、伊予原慎さんの月まで3キロ、オールリ流星群、そして辻村瑞希さんのこの夏の星を見る。いずれも今開催中の文庫フェアに入っているので、星に興味がある方、夏らしい読書を楽しみたい方は、ぜひこの機会に手に取ってみてください。7冊目は牧目学さんの8月の御所グラウンド。牧目さんのホルモンを読んでからずっと好きでして、また新しい作品をと思って今回手に取りました。2023年に出版され、第170回直木賞を受賞された作品です。もうずっと物語に入り込めて、優しさ、温かさ、切なさがじんわりと心に染み渡ります。この作品には2編収録されていて、1つ目は12月の都王子×絶望的に方向音痴な女子高生がピンチランナーとして女子全国高等駅伝に挑むというお話です。現代の高校生らしい会話や走ることへの緊張感、出られなかった仲間たちの思いを背負う重みがリアルに伝わってきます。そして現代らしさから一転、不意に顔を出す牧目ワールドに思わずにやりとしてしまいました。面白いです。そして2つ目は表題作8月の御所グラウンド。こちらも特に好きでした。彼女に振られて落ち込んでいた主人公で大学生の朽木くんが友人に借金の方として草野球への参加を頼まれるところから始まります。玉秀杯と呼ばれる草野球大会で毎回ちょっとメンバーが足りないんですね。そこら辺にいた人をスカウトして人数を揃えるんですけど、毎回なぜか揃ってしまうんです。そして急遽入った人とは思えないうまさなんですね。なぜという不思議も、ここが京都だからという理由で妙に納得させられてしまうんです。そんな寄せ集めチームなのに試合が始まると楽しいんです。億劫だった早朝集合もいつの間にか待ち遠しくなり、どうでもよかったはずの試合結果にも
本気で一喜一憂するようになっていくんです。その心の変化が読んでいて心地よくて、もうこちらまでワクワクしてきました。何かに本気になることのなかった主人公が、少し変わった仲間たちと必死にプレイするうちに、楽しさや高揚感、仲間意識が芽生えていく姿が爽やかです。物語の不思議で優しい仕掛けにもじんわりと心が温まります。本作はホルモン以来16年ぶりとなる京都が舞台の青春小説です。駅伝や夏の草野球といったこれぞ青春な題材に牧目さんならではの不思議で温かい世界観が溶け込んでいます。京都の夏の殺人的な蒸し暑さと冬の無慈悲な底冷えの寒さ、その両方がこの物語の空気に深く刻み込まれていて、現実と非現実が交差する瞬間にもう心を奪われました。そしてお盆の季節とも重なりまして、過去と現在のつながりや本来なら続いていたはずの夢や未来を奪われた人たちの存在を思わずにはいられませんでした。そんな思いを胸に、ぜひこの夏に読んでほしい一冊です。8冊目はアダンミオさんのラブカは静かに弓を持つ。2022年に単行本。今年の5月には集英社から文庫本が出まして、今開催中の夏市にも入っている作品です。この作品は第25回大藪春彦賞受賞、第44回吉川英治文学新人賞にノミネート、さらに2023年の本屋大賞では第2位に選ばれるなど注目度の高い作品です。スパイと音楽小説とあってとても好きな作品でした。物語は実際に起きた音楽教室と著作権管理団体の訴訟問題を題材にしていて、主人公は音楽の著作権を管理する全日本音楽著作権連盟という団体で働く立花いつきです。彼の任務は生徒として音楽教室に潜入して、著作権法の演奏権を侵害しているのではないかという証拠をつかむというものです。この立花はかつてチェロを学んでいたことがあるんですが、子供の頃に経験したある出来事がトラウマとなっていて、長年心の奥に暗い影を落とし続けているんです。そんな立花の講師となるのが浅場大太郎です。親しみやすく気さくな人物で情に熱いところもあるんです。立花は浅場とのレッスンを重ねていくうちに忘れていたチェロを弾く喜びを少しずつ思い出していきます。次第に同じ音楽教室の生徒や浅場との交流にも人とのつながりの温かさを感じていくようになり、みんなで集まってご飯を食べたり、音楽の話をしたり、その何気ないひとときが彼にとって初めて仲間と感じられる場所になっていくんですね。しかし彼はあくまでもスパイ。いつかこの教室を不利にする証言をしなければならない時が来るんです。自分を仲間と認めてくれた人たちとの居場所を壊してしまう。そんな葛藤や緊張感、そして罪悪感が物語全体を静かに包み込んでいます。私は仲間に入れてもらえるとすごく嬉しくなる人間なので、立花が自分がいたいと思える場所を見つけて、でもそこにはいられなくなるという葛藤が、自分のことのように胸を締め付けられる思いでした。そんな気持ちを抱えた立花は、これからどんな選択をするのか、
長い時間をかけて積み重ねてきた信頼は、このたった一つの出来事で壊れてしまうのか、それともそれ以上のものがそこにあるのか、登場人物たちと交わされる言葉や沈黙の中にあるそれぞれの思いが静かに伝わってきます。スパイ要素を含みながらも、人と人との信頼ってどうやって生まれるんだろうという、そんな問いを音楽とともに静かに投げかけてくる作品です。スパイと音楽小説ということで、この組み合わせが好きだった方は、題材はちょっと異なるんですが、須賀忍さんの革命前夜もぜひ合わせておすすめしたいです。ということで、音楽小説が好きな方や、静かな人間ドラマにじっくり浸りたいという方に、ぜひおすすめしたい一冊です。9冊目は八津屋車さんの蓮太郎の音。2023年に中央公論新社から出た文庫本です。これも読めてよかったですね。滝蓮太郎さんといえば、お正月、花、荒城の月など、今も歌い継がれる名曲を残した作曲家さんですね。ただお名前は知っていても、その短い生涯までは意外と知られていないかもしれません。本作はわずか23歳という若さで亡くなった天才滝蓮太郎が西洋音楽不毛の地と言われた日本に音楽の種をまこうと命を燃やし続けた奇跡を描く物語です。ピアニスト、そして作曲家として天才と称されたその理由。そもそも天才とはどういう人なのかという問いまで物語の中で丁寧に掘り下げられています。蓮太郎さんは亡き姉が抱いた夢と自身の中で芽生えた情熱を胸に東京音楽学校を目指します。学校での激しい競争や越えられない壁、度重なる試練、その一つ一つで彼が抱く葛藤や焦り、そして音楽にかけた熱い思いがもう目の前で息づくように描かれています。やがて掴んだドイツ留学も栄光だけでは語れない現実が待っていて、読みながらも胸がキュッとなりました。晩年も病を抱えながら新しい音楽の可能性を探り続けた姿がとても印象深いです。蓮太郎さんの遺作にはピアノ曲恨みというのがありまして、読了後に初めて聞きました。言葉で辿った蓮太郎さんの人生が音になって迫ってくるようで、音の美しさや儚さ、そして悲壮感、音楽にかけた蓮太郎さんの生き様がありありと伝わってきました。解説では作家の額賀美代さんが日常に溶け込んだ滝蓮太郎の功績を一つ一つすくい上げて提示してくれる物語と書かれているんですね。もうまさにその通りでした。お正月という曲のように当たり前に親しんできた音楽が実は当たり前ではなかったんだと、その事実にハッとさせられて、彼が日本にもたらした音楽の大きさというのを改めて実感しました。この作品では音楽学校時代の恩師や友人たちとの絆も大きな見どころです。留学仲間で親しい友人でもあったバイオリニストの幸田光さん、そしてお正月やハトポッポなど幼稚園唱歌を共に作り上げた作詞家東久米さんとの交流も描かれています。特に幸田光さんとの交流が深くて、作中では親しいとは言えないまでも憧れであり、良きライバルとして描かれていて、彼らと支え合う仲間というその関係性が蓮太郎さんの音をどれほど豊かにしたのかが伝わってきます。
人と人とのつながりが確かに音楽を前へ進めていたんだなと感じました。明治という新しい時代を音楽で切り開こうとした一人の若者の物語、蓮太郎の音、ぜひ手に取ってその音に耳を傾けてみてください。10冊目は小川陽子さんとクラフトエビング商会さんの注文の多い注文書。2019年に千曲書房から出版された文庫本です。まずタイトルに惹かれて、さらに想定を見て、これはと手に取りました。クラフトエビング商会さんといえば、最近はないものありますという本をよく書店で見かけるようになりましたね。この注文の多い注文書と同じ作者さんだとして合わせて購入してきました。まず2009年に出版されたないものありますから読みまして、これも面白かったです。自分をあげる棚とか他人のふんどしなど、慣用句や耳なじみのある言葉を商品として挿絵とともに紹介してくれているんです。ユーモアの中にちょっとした皮肉や風刺がピリッと効いていて、大人の笑いを誘ってくれます。一つ一つ短いのでどこから読んでもいいし、ちょっとした時間に楽しめます。そして本題の注文の多い注文書。これは小川陽子さんが書くこの世にないものを探してくださいという注文書に対してクラフトエビング商会さんが納品書で答える。そしてまた最後に小川さんの受領書という、そんな構成になっています。この2組の世界観がもう見事にマッチしていて、幻想的でひんやりとした空気感がありながら、どこか温かみもある作品なんです。全部で5つの章があって、それぞれのこの世にないものは、川端康成のタンポポや、J.D. サリンジャーのバナナフィッシュにうってつけの日、村上春樹さんの貧乏なおばさんなど、元となる小説があります。私はどれも未読なんですが、知っている方はなおさら楽しめると思います。読んでいると心が少しざわつくような怪しさがあって、物語の中に迷い込んだ感覚になりました。これって本当にないものだよねと思ったり、もしかして本当はあるんじゃないのかと物語の中を何度もさまよいました。納品書には商品の写真も載っていて、これがまた魅力的なんです。本当に探し出してきたような精巧さで、美しさと不思議さ、そして謎めいた雰囲気が漂っています。巻末には小川陽子さんとクラフトエビング商会さんの対談が載っていまして、その中で、もしかして物語って時間のことじゃないのかなって思うんです、という言葉が書かれていたんです。注文書や受領書に込められた注文主と本との関係、そしてその時間の積み重ねを実感しました。ちなみにクラフトエビング商会さんというのは、作家の吉田篤弘さんと吉田博美さんご夫婦によるユニットです。実在しない書物や雑貨を手作りされていて、ブックデザインも数多く手掛けられています。普段はそれぞれの名前で装丁を担当されるそうなんですが、リクエストがあればクラフトエビング商会としてクレジットするそうなんです。なので本を手にしたとき、この不思議さはと思ったら、ちょっとお名前を見てみてください。この作品は小川陽子さんの作品が好きな方や、ないものありますを楽しんだ方におすすめしたい一冊です。11冊目は向田邦子さんのエッセイです。私の中で一大ブームを巻き起こした作品たちで、
もう読む手が止まらなくなりました。いつか読もうと思っていた矢先に本屋さんで偶然出会いまして、思わず手に取りました。もう読めば読むほど癖になる面白さで、未読の方にはぜひ味わってほしいエッセイです。向田さんの魅力は何と言っても鋭い観察眼と抜群の言葉のセンスです。人や動物の仕草、表情、その日常の細やかな場面をすくい上げていて、ユーモアとウィットに富んだ表現でさらりと描いています。時に皮肉や自虐が顔を出している時もあるんですが、嫌味さがなくて軽やかで明るいんです。また昭和の時代背景と、とりわけお父様の男尊女卑的な価値観が描かれている場面でも、対する向田さんの言葉は卑屈さがなくて、むしろ爽やかささえ感じさせてくれます。脚本家として第一線で活躍した人というちょっと遠い存在に思いがちなんですが、エッセイの中の向田さんはとても人間臭いです。凛とした強さがありつつも、ちょっと気にしいで、見られたくないところを隠そうとして空回りしていたり、気遣いが裏目に出ていたりと、そういう等身大の姿にぐっと惹かれました。また言葉のリズムもね、とても心地よかったんです。一つの章に短い出来事がいくつも置かれていて、その行間が静かな余韻を生んでいるんです。その断片が少しずつ重なって、一つの輪郭が立ち上ってくる。読後にふっと胸の奥が温かくなるような感じがたまりません。読みながらクスクス笑っていると、不意にハッとさせられて、淡々とした文章の中にも面白さや悲しみ、深い情が滲んでいて、その加減がまた絶妙なんです。私は昭和を知らない世代なんですが、それでも懐かしさを覚えて、情景に自然と入り込めました。当時を知る方だったらもうそうそうとうなずく場面がもうたくさんあるかと思います。特におすすめしたいのがベストエッセイです。父の詫び状をはじめ、期間の7冊から家族、旅、仕事といったテーマ別に選ばれていて、いろんな向田さんを一気に味わえます。家族の章では父の話が多めですね。家では何かと父優先で、家族が気を使いながら過ごすという空気感が見えてきます。不器用で素直になれない父を描いた父の詫び状、そして黒柳徹子さんも登場する留守番電話のエピソード、お辞儀も好きです。このお辞儀のお父さんの留守番メッセージのくだりがもう何回読んでも読むたびにニヤリとします。またあまり登場はされないんですが、お母様も魅力的な方なんです。当たりの強い父のそばにいながら笑い上手で明るくて、ここぞという時には父をも超える行動力を見せる、その姿に母の強さを感じました。お母様が初めて海外旅行に出かけられるお話も好きです。そして字のないハガキは外せませんね。戦時中、末の妹さんと父とのやりとりを描いたエッセイで、子供と離れざるを得なかった親の思いというのに思わず涙がこぼれました。角田光代さんの文と西加奈子さんの絵で絵本化もされていて、世代を超えて読み継がれる作品です。また私という人という章では、黄色い服や手袋を探すというエピソードが入っています。
自分がこれだと思えるものを徹底的に探すエピソードが印象的でした。流行に流されず、石にも似た芯の強さと自分の生き方を貫くかっこよさを感じます。もうこれが向田邦子という人なんだなと、とても魅力に溢れていました。一冊ずつ読みたいという方には、父の詫び状や眠る杯、夜中のバラの3冊も特に私のお気に入りでおすすめしたいです。正直どれも素晴らしいので、どれと絞ることができないんですが、出会った順にどれも手に取っていただけたらと思います。ということで、楽しいエッセイが好きな方、向田邦子という人をもっと知りたい方に、ぜひ手に取ってほしい作品たちです。今回は最近読んだ本の中から11冊と他少々ご紹介しました。まずは夏におすすめのものや文庫フェアに入っているものを中心に、あとはどうしても早く紹介したいものから選びました。ぜひ気になる本があったら手に取ってみてください。最後になりましたが、お休みをしている間も見てくださった皆さん、本当にありがとうございました。ちょっと梅雨の間、気圧の変化で頭痛にやられていまして、その後もなかなか頑張れない日々だったんですが、見てもらえていることやコメント、メッセージをいただけることがとても励みでした。ありがとうございます。今後も引き続き紹介していきたいと思いますので、また聞いていただけると嬉しいです。それでは暑い日がまだまだ続きますが、皆さんも体調第一にお過ごしください。